2015年から放送が開始された BTS のオリジナルコンテンツ欄 BTS は BTS メンバーが繰り広げるバラエティ番組です。ステージでの爆池とは全く違う彼らの表情を見ることができるだけでなく、中には体を張った企画もあって、こんなことさせちゃうのと驚くこともあります。そんな人気番組が2021年10月12日、突然の番組休止を発表。しかし、メンバーたちはあくまでもお休みであって終了ではないと強調していました。2022年フェスタでは、BTS の収録もしている。個人活動に力を入れるが、BTS は継続することになったとジンが語ったことで、いつ配信になるのか、どのような内容なのか、ワクワクしながら待っていた方も多かったことでしょう。BTS2022 テレパシー。メンバーと合流できた。そんなアーミー水炎の BTS オリジナルコンテンツ BTS の最新版が2022年8月16日、23日の2回にわたってBTS2022 スペシャルエディションテレパシーパート1、2と銘打って放送されました。パート1はノンアルコールシャンパンでメンバーが乾杯するところから始まり、企画の内容はお互いのことをどれだけ知っているか一瞬の歌いゲームと、スタッフから企画の説明を受けます。各メンバーの間についたてがあって、問題の答えを思い浮かべ、一人一文字書いて答えを完成させるというゲーム。日本の番組で言うと、ネプリーグの企画を思い出していただくとわかりやすいでしょう。J-HOPE が何年 BTS やってると思ってるんですか？一心の歌いは当たり前ですよ。と、強気な発言をしながら、いざゲームがスタートすると、ついたてがあるにもかかわらず覗き合って相談する RM とジョングク。他のメンバーも答えを予想して話し合っています。ついたての意味って、と突っ込みたくなる自由さですが、それもあってか1問目は正解し、2問目は、ワイワイ話しながらも迷った末に不正解でした。3問目。順調に正解していく中、J-HOPE だけが答えが思い浮かばず、フリーズして固まっている表情が、とってもキュートで笑いを誘います。他のメンバーが一生懸命に J-HOPE にテレパシーを送りますが、結局テレパシーは通じませんでした。最後の4問はアーミーといえばという問題でした。すぐに分かったジョングク、RM、ジン、シュガに対してまたしても固まってしまった J-HOPE に迷っているジミンとテテ。答えはフォーエバーなのかボラヘなのかそれ以外なのか立ち上がってそれぞれの主張を繰り広げて大盛り上がりです。結局答えはフォーエバーでしたが、アーミーとしてはどちらが正解でも嬉しい言葉ですよね。続いてはお題に合わせた表情やポーズをとって全員が同じポーズや表情だったら正解というちょっと難易が高めの問題です。寝ていてスマホが顔の上に落ちてきた時、ぬるいと思って飲んだら溶岩並みにお茶が熱かった時などの面白い問題が続きます。そしてさすがバラエティ番組だけあってメンバーの顔芸が炸裂。もはや誰が一番変顔できるかを競っているかの様相を呈しています。面白いけれどなかなか正解できないメンバーたちにスタッフさんから次の問題はきっと全員正解しますよと言って出題されたお題が振り付けを間違えた時 J-HOPE と目が合ったでした。これはスタッフさんの予言通り全員が同じ表情。日本語で BTS は振り付けを間違えると人中を伸ばすと訳されているように全員の鼻の下が伸びています。放送開始から17分、やっとメンバー全員がテレパシーでつながった瞬間は必見です。さて、パート1でやっと全員がテレパシーでつながったところで、可愛いカエルちゃんのアイマスクをして全員で列車になって次の収録場所へと移動開始。
その状況が面白くて笑い転げるジミンに自由に動き回るテテ、そして不安な面持ちの怖がり J ホープ。そんな面々に早くしろよと気だるそうに突っ込むシュガや J ホープの背中を不安そうにつつくジン。先頭でシュッシュポッポと言いながら他のメンバーが準備できるのを待っているジョングクと RM。ただ移動するだけなのに大騒ぎでそれぞれの個性が爆発しています。パート2。移動後、1人1台ずつ車に分かれてテレパシーゲームが本格的に始動。お題から連想される思い出の場所をそれぞれが目指します。目指した先で他のメンバーと出会うことができたら OK。思い出をたどりながらメンバーを探してソウル市内を BTS が車で走り回ります。1問目のお題は超楽しいです。超楽しいからメンバーが想像して決める目的地は一体どこなのでしょうか。 BTS の超楽しかった思い出の場所がとても気になります。彼らが超楽しかった思い出を思い出しながら予想した目的地は次の4カ所でした。ノニョンドン、チンテテジミン RM、ロッテワールド、チョングク、ソウルオリンピックメインスタジアム、J ホープ、ジャモン阪南公園、シュガ、チンテテジミン RM の4人が出会えたノニョンドンは、メンバーたちが練習生時代から2015年まで共同生活をしてた宿舎のある場所です。彼らがデビューを目指してがむしゃらに頑張っていた超楽しい時代だったのでしょう。そんな思い出の場所で出会えたジンテテジミン RM は抱き合って喜び、出会えなかったメンバーの行き先をあれこれ予想します。そして第1ラウンドで合流できなかった J ホープ、ジョングク、シュガと出会うべく次の目的地を目指します。第2ラウンドの問題はスネルです。難しいお題に頭を悩ますメンバーたちはどんな出来事に思いを馳せるのでしょうか。まずは第1ラウンドで出会えた4人が予想した場所は2つ目の宿舎とその宿舎の前にある中華料理店の2カ所。理由は引っ越し初日に中華料理店でシュガと RM が喧嘩をしたからなんだとか。中華料理店での喧嘩エピソードに続けて RM は拗ねて実家に帰ったことがあることやジンはスネルと寝ることをジミンが暴露。ジミンに過去のエピソードを暴露されて少し恥ずかしそうな表情のヒョン2人が可愛いですね。そしてお腹が空いたテテとジンは食事に出かけ、ジミンと RM は最初の宿舎周辺を歩きながら当時の出来事を回想します。RM とテテが練習帰りに禁止されていたアイスクリームを食べながら歩いていると事務所の人が来て、とっさに食べかけのアイスクリームをポケットに突っ込んで隠したエピソードや、近くの公園でダンスの練習をしたエピソードを懐かしそうに語る優しい表情が素敵です。さて、第1ラウンドで誰とも出会えなかったジョングク、J ホープ、シュガはどこを予想したのでしょうか。シュガは練習生時代の BTS メンバーたちがよく利用していたユジョンシッタンだと予想しました。ここはアーミーたちが聖地巡礼に訪れることで知られている場所で、今ではバンタン食堂と呼ばれるほどです。実際、シュガが食堂に到着すると、アーミーが外で写真撮影をしているところに遭遇。まさかすぐ近くにシュガがいるなんて夢にも思っていないアーミー。スネルのキーワードでバナナ事件をまず思い出した J ホープとジョングク。2人が予想したのはバナナ事件の起こった2番目の寮でした。バナナ事件を知らない方のために補足です。バナナ事件とはデビュー間もない頃、ジョングクがファンからもらったフルーツバスケットをもったいなくて食べられずに取っておいたところ、他のメンバーが食べてしまいます。そして J ホープがバナナを食べようとした時、ジョングクが我慢できなくなって J ホープに僕がもらったバナナ食べないでと言うと、 J ホープがジョングクにバナナを投げつけて、だったら自分で全部食べろと言い放ったというなんとも可愛い事件です。そして第2ラウンド、
のんきに食事をするテテとジン。思い出の街を散歩する RM とジミン。青い家を目指す J-HOPE とジョングク。ユジョンシッタンの駐車場でメンバーにテレパシーを送るシュガ。メンバーたちは出会えるのでしょうか。最初の宿舎周辺に J-HOPE が到着しました。最初の宿舎か2番目の宿舎か迷った末に J-HOPE は最初の宿舎を選択。しかしそこは第1ラウンドでジンテテジミン RM が訪問済みです。J-HOPE は嘘でしょ？誰も来ないの？と驚きがっかりした表情。そして青い家の前でメンバーを待つ第1ラウンドで出会った4人のメンバーの前に1台の車が到着し、降りてきたのはジョングクでした。ここで全員が目的地に到着したので第2ラウンドは終了です。ユジョンシッタンの駐車場にいるシュガは第2ラウンドの終了が告げられると、会えたメンバーいるんですか？誰もいないですよね。と驚きます。全員が最初の宿舎と2番目の宿舎のある地域に集結していたにもかかわらず、第2ラウンドでも全員が出会うことはできませんでした。さあ、最後の第3ラウンド。お題は各メンバーがそれぞれ決めることになりました。シュガ、宿舎。J-HOPE、思い出。ジン、RM、ジミンテテショングク、自転車に乗ったハンガン。メンバーたちは全員集合できるのでしょうか。第2ラウンド終了後、最初の宿舎の前でどこに向かうか悩んでいる J-HOPE の前に第3ラウンドで宿舎のお題に決めたシュガが現れました。しかし、まだ次の目的地に移動していない J-HOPE は次の場所に向かわなくてはなりません。そんなこととはつゆ知らず、J-HOPE の姿を発見して、チングヤーと叫んでとっても嬉しそうな笑顔を見せる可愛いシュガ。でも、J-HOPE が移動しなければならないと知って、2人は落胆します。なかなかタイミングよくメンバーと出会えないシュガと J-HOPE の残念そうな顔を見て、スタッフさんの優しさルールで、途中で出会えた場合も OK となり、ハイタッチをして喜ぶ2人。出会えてよかったねとほっこりしたアーミーも多かったことでしょう。そして、やっと出会えたシュガと J-HOPE が次に目指したのは、J-HOPE の決めたお題、思い出にちなんでハンガンに決まりました。シュガが J-HOPE もハンガンに行くなら、自転車に乗った場所だと断定して向かいます。そして、ついに全員のテレパシーが通じ合い、ハンガンで全員が集合。抱き合って再会を喜びます。最後は、全員で焼肉を食べながら番組終了となりました。2週にわたって放送された RAN BTS 2022スペシャルエディションテレパシーに大満足です。まとめ。さて、RAN BTS 2022スペシャルエディションテレパシーについてまとめてみました。いかがでしたでしょうか？ BTS が語る思い出話が満載で、とても充実した内容でしたね。世界的スターとなって BTS が少し遠くに行ってしまったような気持ちになっていたアーミーに近くにいるよというメッセージを伝えてくれているような今回の RAN BTS 2022スペシャルエディションテレパシー。これからも不定期でもいいので放送が続いていくことを願ってやみません。